こんにちは、アンナスです。今日は、セリアで買った、巾着なんですけど、これ折ってあるからちょっと分かりづらいんですけど、英語の文字がいっぱい入ってあるので、なんかこの空いてるスペースにちょっと刺繍してみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは巾着をちょっと開けてみました。こうやって閉じてあったんで中身が全然見えなかったんですけど、だいたい想像はつくんですけど、こんな感じになってます。で、裏は何にもないですね。で、これに何を刺繍するかというと、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室っていう本があるんですけど、服に刺繍する本ですね。で、それのこのポピーをちょっと刺繍しようかなと思います。服に刺繍したい方はこの本、いろいろコツが載っているのでおすすめです。YouTube でももう何回も言っている話ではあるんですけど、紙でね、テキストとしてこう手元に置いときたいっていう、何だったっけって言ってその動画をね見直すの結構大変なので、今日はこれですね。で、これはちょっと図案が縮小っていうか、実物大では写っていないんで、だいたいもっと大きいんですよね。このサイズでやっても可愛いんですけど、で、図案がこんな感じです。もうここにこう写そうかなと思うんですが、久しぶりにチャコペーパーを使います。クローバーのチャコピーがおすすめです。で、お水で消えるので、中が袋が二重になっているんですけど、厳重に保管されています。で、中開けるとこれが3枚入ってるんですね。で、この中の1枚を使って残りはちゃんと袋に入れておきます。それで今日はこのお花2つだけを刺繍しようと思うので、これぐらいかな。使う分だけカットしてください。全部ねベリって剥がしちゃうと劣化していきます。これお水で消えるので、その辺にポイって置いててもどんどんつかなくなってくるので、それは気をつけてください。で、縦はこれぐらいあればいけるかな。なので残りはちゃんとこう厳重に袋に入れて、二重になってるんでちゃんと二重にして入れてください。これ結構ポイントです。この商品に関してなんですけど、これ結構ちゃんとやらないと使えなくなってしまいます。まず図案をセットします。なんか窓にこうかざしてセットしてもらうのが一番いいんですけど、ちょっと映っているかな。あとね、文字にかかってもいいかな。逆にかかった方がちょっとおしゃれかなみたいな感じもするので、こんなもんかな。で、場所を決めたら待ち針を2箇所留めます。で、ここにインクがついているので、インクの方を下にして、ちょっと足りなかったら
ずらしたりして描いてもらうといいんですけど、細い方でなぞります。で下敷きを入れた方がいいですね。下をね固くしとかないと巾着とかってこう二重になってるんで、ふわふわしているとちょっと写りにくいんですね。なので下敷きを入れて固くして写していきます。こうやって写ってますね。ちょっと写し忘れとか結構出てくると思うので、たまにこうペラペラめくりながらで、その時にやっぱ待ち針が1箇所だと動くので、必ず2箇所止めてで写していきます。はい、写せてましたちょっとドキドキですよね、開けるまでね。これ別になんかたまたまバインダーだったんですけど、硬いものだったら何でもいいです。でチャコペーパーはこう白いところがもうインクがなくなってる部分なので、これまだ使えるので何回かずらして使うと使えるんで、置いといて使ってください。では刺繍をしていきます。ちょっと今ここに葉っぱを足しました。なんか図案のもう一個のお花に葉っぱがついてたんですけど、その葉っぱだけ追加でここに移しました。場所的にはこれとこれは図案のまんまなんですけど、ここの文字がちょうどお花とお花の間ぐらいに来てればまあ大丈夫かなと思います。で刺繍枠はちっちゃい刺繍枠を使います。もうこれ1個持ってれば大きい図案も小さい図案も全部これでやっていくので、刺し順ですね。カシンがサテンステッチで、おしべがフレンチノットステッチで、3本取りですね、これはね。でお花はちょっと夏らしい今刺繍してるのが全然ポピーって春のお花なんですけど、なんか気分が夏なので、ちょっとこのターコイズグリーンブルーと黄色の2色でやろうと思います。なので、黄色を真ん中にして、であとお花はとか葉っぱは全部このターコイズでやっていこうかなと思います。で花芯はサテンステッチですね。じゃあ3本取りで、これ本当は2本でもいいです。サテンステッチあんまり得意じゃないなっていう方は2本にした方が綺麗にできますね。3本だとちょっとこうざっくりになってしまうんで。ただちょっと盛り上がるので3本の方がいいかな。まあ見本通り3本にします。すいません、3本取りにします。これでもう玉留めで始めてもらってもいいんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと最初の刺し方のやり方を説明します。この丸の中に小さいステッチを2つ入れて、でギリギリで留めて、糸が渡ってる上にザクッと刺すと、これで絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。これ糸くず入れですそれで、図案ではちょっと斜めになってるんで合わせときましょうね。斜めに基準の1本を入れて、で半分ずつ埋めます。
上と下と半分ずつ埋めて面を埋めていきます。で、基本的には隣に刺すんですけど、必ず隣に刺さなきゃいけないっていう決まりはないので、前のとこでちょっと失敗したかな、薄かったかなみたいな、足したいなみたいなところがあれば上からどんどん足してください。で、半分終わったらもう半分も埋めていきます。で、出来上がったら裏に絡めて、でハサミで切ります。これなんか下にちょっと線があるんですけど、これちょっと後にしますね。そこまでは書いてないんですけど。で、次ですね、3本取りでバックステッチをしていきます。私の図案ではあんまり登場しないバックステッチなんですけど、今回のポピーの図案に関してはザクザクやってもらった方がいいかなと思うんですね。割と写実的な、なんかこうちゃんと本物を見てスケッチしました風な感じ。別にスケッチはしてなかったかなと思うんですけど、できればこのお花の外側を囲ってから中の線をやっていく。で、巾着だし、これ白だし、もうすでにだいぶ透けてますけど、糸が渡ると結構バレてしまうんで、できるだけ一筆書きになるように、ぐるっといったら、今ここに糸があるから上行って下行ってみたいな、こうジグザグやったりとか、ですごい離れて飛んじゃう場合はもう一回ちょっと糸切って処理して、また新しいところみたいな感じでやるといいかなと思います。でも玉留めで始めます。で、バックステッチは返し縫い、半返し縫いみたいな感じですね。まず1目作ります。で、先に出して同じ穴に戻ります。これをずっと繰り返していくんですけど、もう続きでやった方が早いので、同じ穴に戻ったらもう次出してもらって、これでいいです。で、なんか私は割と雑なタイプなんで、ステッチのサイズがご覧の通り小さかったり大きかったりで、同じ穴に戻ってると思いきや、なんか糸1本分ぐらいだけちょっと離れてたりとかするんですけど、なんかそれが逆に味になっていいかなと思って、割とバックステッチの図案をするときはこういうラフな感じ、綺麗に線出したいときはアウトラインステッチって言って、半分ずつ重ねていくステッチをよくやるんですけど、バックステッチは割とこうザクザクフリーなアバウトな線を表現したいときによく使ってます。なので多少サイズが大きかったりちっちゃかったり、なんかすごい大きいのとちっちゃいのとわざと作る必要はないですよ。綺麗に刺せるに越したことはないんですけど、割となんかちょっと味のある線でいいかなっていう感じの時に使ってます。なのでもうこれでもうダダダダッとやっていってもらうといいかなと思います。はい、まずぐるっと一周して戻ってきたんで1列刺しました。で、今ここの裏に針がいるんですけど、これ横に行く時にこれぐらいだったらいいかなとは思うんですが、こうやって裏の刺繍糸に、終わりの時もこうやってくぐらせるんですけど、こうやってくぐらせながら移動するといろんなところに移動できるので、これでくぐらせて隣に移動します。そうすると渡り糸がなくなるので、ちょっとねそこはめんどくさいんですけど気にした方が
いいかなと思います。使ってる時に結構ね引っかかってビヨンってせっかく綺麗に刺繍したのぐちゃぐちゃになっちゃうので、これでどんどん刺繍糸を移動させていってください。だからすごい遠いところでもいいです。例えばここの花びらやってて反対側の花びらに行きたい時にぐる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 くぐらせまくって反対側に行くっていうのも全然ありだと思います。なんか玉留めの距離とかのことを考えると、同じぐらいだったりするのかなって思ったりして、測ったことはないんですけど、なので、できるだけ裏のことも考えつつ、バックステッチだけだからそれぐらいはね考えられるかなと思うんでやってみてください。じゃあこれでお花を全部バックステッチで埋めていきます。はい、バックステッチが一応ここはできたので、ちょっとこの縦線を入れるのを忘れてたので、ちょっと今入れます。さっきの3本取りを玉留めにして、空中に今ちょっと浮いているような状態に今なっているので、ここを縦のステッチを何本ぐらい入ってるのかな、5本ぐらい入ってますけど、入らなかったら4本とかでもいいです。これではい、これで芯ができました。玉留めでも裏に絡めてでも大丈夫です。で次ちょっともう消えかかってるんですけど、フレンチノットを入れます。おしべになるのかな。でまず6本取りで穴から点のその下絵の点のところから針を出して空中で2回巻きます。で同じ穴に刺して引き絞ってから裏から引っ張るとこれで出来上がり。これで下絵の通りちょっと本数がね数がそんなになんだろう、ちょっと入らなくて1個減らしたりとかそういうことは全然やっていいです。こう丸く均等に入っていればそれで OK です。ちょっとね和風のなんか浴衣とかにもの柄みたいな感じにも見えますね。なんか和風巾着とかに刺繍しても可愛いですね。この色ちょっとこの藍染めみたいなターコイズブルーで刺繍したんですけど、ちょっと藍色っぽい感じに見えますね。はい、これでお花が完成です。あともう一個下のがあるので、これもちょっとまず真ん中の黄色のサテンステッチをやってバックステッチやってでフレンチノットやってっていう感じで続きをやっていきます。もうちょっとここで大変だったらもうお花1個だけでも十分可愛いと思うので、このお花だけでもいいと思います。私はちょっとこれもやっていこうかなと思います。はい、それでは出来上がりました。で、お水で図案を消します。結構教室とかではこうやって綿棒でちょんちょんちょんって濡らして消してもらってるんですけど、多分これアイロンしますよね。ここの折り目とか全部ビシッと綺麗にしたいんで、そういう時はもうアイロンかける時に霧吹きすると思うんですけど、もうそれで消えるので
そういうので消してもらった方が早いかなと思います。でもこうやって消しますっていうので一応綿棒を持ってきました。でこれで図案が消えたらこれで出来上がりです。ぜひこの巾着なくてもね、これ簡単なんでなんかテレビ見ながらとかでもできるんで、よかったらやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。